りくりゅうペアが28日に引退記者会見。注目点は、なぜ今だけでは終わらない会見。りくりゅうがついに4月28日引退記者会見に臨みます。三浦璃来選手、木原龍一選手、ミラノコルティナオリンピックで日本ペア史上初の金メダルを掴んだ2人が今季限りで現役を引退すると発表しました。多くの人がまず思ったのは、なぜ金メダルを取った直後にということではないでしょうか。まだ見たい。もっと見たい。次のシーズンも世界の頂点で滑る姿を見たい。そう感じたファンはきっと多いと思います。でも、今回の会見で注目したいのは単に引退理由だけではありません。なぜこのタイミングだったのか。二人は最後のシーズンをどう受け止めていたのか。そして競技人生の次にりくりゅうは何を残そうとしているのか。今回の会見は別れの会見であると同時に日本のペアスケートの未来を語る会見になるかもしれません。第1章。最大の注目点は絶頂期での決断。まず、最大の注目点はやはりここです。なぜ今なのか。りくりゅうはミラノコルティナオリンピックで歴史的な演技を見せ、日本フィギュアの新しい扉を開きました。普通なら、ここからさらに人気が広がる。アイスショー、テレビ出演、次の世界選手権、そして次世代への影響。そして何より、オリンピックで初めて知り、これからもっと見たいと、ファンになったばかりの方も多かったことでしょう。だからこそ、28日の会見では、2人がどの時点で引退を決めたのかが注目されます。オリンピック前から決めていたのか、金メダルを取ったことで心の中に区切りがついたのか、それとも長年の怪我や体への負担が限界に近づいていたのか。ペアスケートは美しく見える一方で体への負荷が非常に大きい競技です。リフト、ツイスト、スロージャンプ、一瞬のズレが大きな怪我につながる世界です。りくりゅうの強さは技術だけではありませんでした。相手を信じきること、相手の状態を感じ取ること、そして、どちらか一方ではなく、二人で演技を完成させること。その二人が、やりきったと語るとき、そこには、私たちが画面越しには見えなかった、日々の積み重ねがあるはずです。第2章、注目点は、二人一緒の意味。次に注目したいのは、りくりゅうらしい、二人一緒という決断です。今回の引退発表は、三浦璃来選手と木原龍一選手の連名で出されました。競技人生には区切りをつけますが、やりきったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。この言葉には、二人の歩み、そのものが現れています。2019年に結成されたりくりゅう。最初から順風満帆だったわけではありません。国際的な評価をつかむまでには時間がかかり、コロナ禍もあり、怪我もありました。それでも二人は、少しずつ確実に階段を上がっていきました。世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナル。日本のペアでは難しいと言われてきた景色を、一つずつ現実にしていきました。そして最後に、オリンピック金メダル。ここで大切なのは、りくりゅうがどちらかが支えたのではなく、時に三浦璃来選手が支え、時に木原龍一選手が支え、その時々で役割を変えながら進んできたことです。結成前から二人を支援してきた木下グループの木下直也社長は、引退を受け、同社ホームページなどで諦めずに努力を重ね挑み続ける二人の姿に、たくさんの感動をいただきました。最初は想像できなかった景色を一緒に見ることができ、二人をここまでサポートできたことを心から誇りに思いますとコメントを発表しています。そして会見では、二人がお互いをどう語るのか、最後のシーズンで相手にどんな言葉をかけていたのか、そして引退を決めるときにどんな会話があったのか、ファンが聞きたいのは
華やかな金メダルの裏側にあった二人だけの信頼の物語なのだと思います。第3章、引退後こそ、りくりゅう第2章。そして、今回の会見で最も未来につながる注目点が引退後の活動です。りくりゅうはすでに日本の皆さんにもっとペアスケートを知っていただきたい。将来的には指導者としてまたオリンピックに戻れるようにという思いを語っています。これは単なるセカンドキャリアではありません。日本のフィギュアスケートは男子シングル、女子シングルで数々のスターを生んできました。一方で、ペアは長い間、競技人口も環境も限られていました。その中でりくりゅうは、日本からでも世界のペアで勝てる、という現実を示しました。これは本当に大きいことです。子供たちがテレビや動画でりくりゅうを見て、ペアってかっこいい。私もやってみたい。僕も挑戦してみたい。と思う。その入り口を作ったことが、二人の大きな功績です。だから28日の会見では、今後どのようにペアを広めていくのか、アイスショーなのか、指導なのか、イベントなのか、それとも、もっと幅広い発信なのか、りくりゅうの第2章は、すでに始まっています。終わりに、これは終わりではなく、受け継がれる物語。28日の会見は、涙の会見になるかもしれません。でも、それだけでは終わらないはずです。りくりゅうが残したものは、金メダルだけではありません。ペアスケートの魅力、二人で支え合う強さ、絶望からでも立て直せる心、そして、日本のペアにも未来があるという希望。なぜ今、引退なのか、その答えを聞く会見であると同時に、これからりくりゅうは何を届けてくれるのか、その始まりを見届ける会見でもあります。競技会のリンクからは離れても、りくりゅうの物語は、ここで終わりません。むしろここから、二人が日本のペアスケートに何を残していくのか、そのスタートです。28日の会見、その一言一言に注目ですね。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップでは、一般公開前の先行視聴や月1のラッキーカラー占いなどの特典もご用意しています。よかったら、りくりゅうと共に、このチャンネルも応援いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。